はい、それではですね、今回は、こちら、ゴーヤミノルさんに、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。いろいろ、お話を、聞いていきたいんですけども。昭和19年ですか。10月とかの空襲前には、はい、ちょうど、普天間国民学校っていうのは、この地域にあったんですよ。はい。学校は。ちょうど私たち、小学3年でしたが、その前、もう、校舎は、兵隊さんが、日本の兵隊さんが利用した、今の神宮の裏に仮校舎というのがありまして、はい、そして1年から3年ぐらいまではそこで勉強してた。はあ、そうなんですね。ちょうど10月、沖縄の10月、昭和19年の10月とかの初めの空襲には、ちょうど全校出校で学校に登校していたんですよ。はいはい。はい。そしたら、飛行機がもう演習みたいに入りかったんですね。はい、そしたら兵隊さんも校舎から出て、生徒も一緒に手を叩いて万歳して喜んだんですよ。練習だと思って。あ、そうなんですね。しばらくすると情報が入ってるということで、小野飛行場と那覇あたりがもう敵に散々やられてるという情報が入ったもんだから、はいはい。そこで生徒を全部集められて、はい、ちりちりバラバラにも早めにお家帰りなさいということで、はい、3月29日には、はい、アメリカは、昼神宮の後ろに大きい高山がある、今もある、はい、そこまで締めてきているわけです。29日、はい、3月29日、そしてその時にはもう日本の兵隊が特攻隊といって一人爆弾を担いで壕まで見えていたんですよ。どうしたかと言ったら、向こうに敵がいるのに、なんていうの、体当たりから爆弾を持って、そこに出ということで、首里から来て、一休みというの、そこで壕の中でタバコ、お飲酒のタバコと言ってるんですが、タバコを一服を吸わせてくれということで、おめの壕でタバコを吸って、夜になると出て行ったんですが、どこもどうなったかは分かりません。あ、そうなんですね。そこから首里の方に、行ったというお話聞いたんですけども、首里ではどんな、体験されたんですか？首里ではまたあれですね、最初4月1日に逃げましたので、向こうでは古いお墓、昔の大きなお墓は神なくといって大きい墓、そうじゃなしに石で積まれて小さい墓でしたが、個人の墓です、お墓ですが、そこを母なんか兄なんかが石を取り抜いて入ろうとしたら、ヤモリじゃなくてサソリみたいな、いっぱいいるんです。古い墓だから、お墓だから。ムカデとかそんなのですかね。それで松明を作って全部追い出してから、そこに入って約1週間から10日ぐらいそこに住んで、私と自分の兄は水汲みに行ったり、それから母なんかは人の畑に行って芋掘りに行ったり生活して、そう約10日ぐらい行ったんじゃないかなと思う。そしてまたその時に水汲みに行ってる時に、向こうでも2
普天間の人はなんかあちこちのして会いますのでかかりを高台って、はい、今も向こうはかかず高地と言ってはい、かかず高地が落ちたから、もうすぐ23日したらここに来るでしょうと、あんた方は私たち島尻に逃げるんだが、あんた方は逃げないけどと、私たちもすぐその日で島尻に逃げたんです。あ、逃げますって、言ったんですね。島からですね。それで島尻逃げると、島尻に向かってる道もわからない。あ、そうですよね。このオロク飛行場のところに行ってるんですよ。あ、オロクの方に。はい。道がわからないわけだから。はい。そしてオロク飛行場では最初の飛行場とはわからない。戦車なんかあったんです。日本の戦車、壊されたのが。向こうで爆弾が落ちたから戦車の中に潜り込んで命拾いしてる。はい。そしたら、夜になって馬が死んでると思って。馬が死んでると思う。雨降りの後だから。そしたら、翌日目が覚め赤になったから見たら馬じゃなくて人間をそばに死んでる。そうなんですね。人間でも漢方なんかやられてた、雨降りの後ですと馬みたいに膨れてしまう。そうなんですか。そのぐらいの状態です。これ子供の時にこう最初に人の死体を見てどう感じました？その時には何も考えないですね。そうなんですね。考える心もないね。ただまだと思ったら人間だとしか考えなかったですね。オロクから島尻をお会いしてるとハエバロに軍の壕があるんです。そこでもう1週間ぐらいからいて、もう死に申したという時に、今度中上の人は全部スパイだということで、ちょうど雨降りでした。中上の人は出てこいってそうして言われて、そこから出て行きなさいという。中上の人は全部スパイだという。それでそこで普天間の人が20名余りいたんだ。6小隊ぐらい。この時も出てきなさいと言われて、この軍隊の人なんかはちょっと守ろうとしなかったんですか？守ってくれなかったんですか？もうみんなもう出なさいだから。そして雨は降るし、夜が明けたから出なさいと。日本軍に壕を追い出されたゴヤさんたちは、その後、現在の糸満市にある真壁の部落へと移動しました。それでしばらくするともうまた真壁部落も艦砲と爆弾が入りしかったわけです。それで、夕方私、夕食でお家の中で、屋根はないお家の中でご飯私たちの一緒の人が6名ぐらいと、それから兵隊さん10名ぐらい丸くなってご飯食べていたんですよ。まあご飯というより芋なんかそのうちにどこで爆弾が落ちたか知らないが、爆弾じゃなくて艦砲だと思います。艦砲です。そしたら私たちの一緒のおばあちゃん
一緒にこうして丸くなって家に帰ってご飯食べて、おばあさんが爆風で倒れてそこで亡くなって、私一人は2回とも怪我して、あ、そうなんですか。また後傷は残っていますよね。この足ですか。今でも分かります。あるんです。あ、すみませんね。その時に爆風が来て、で稔さんのこちらの足に当たったんですか。破片がそしてここから当たってここに出ていたんですよ。貫通した。ここは貫通して。ちょうどそれにまた2、3日あったかな。同じ普天間の防衛隊、親戚の防衛隊の方々がここに普天間の人を入れようとどこで引いたということで探してきてもらったんです。そしたら一人は親戚で同じ普天間の人ですから、その方々に私も兄貴もおんぶされて、今度米巣に逃げたんです。そこから、そして米巣まで逃げてから向かいはキャンミ崎かな、向こうに山に碁を探しに行く予定でしたが、もうあんた方もましては碁を探してね、あんた方は米すぐ楽な、行っておきなさいって残されて、お二人碁を探しにもうそのから帰らない人になりました。お二人は。そうなんですか。例えば稔さんがこの時に足を怪我してなかったら一緒にキャン岬の方まで行ってたと思うんですね。その際もしかしたら稔さんも命を落としていたという可能性があったっていうことですかね。もう100% ないです。そうなんですね。沖縄戦で生きるか死ぬかは紙一重だったと語る呉屋さん。子供たちにメッセージを送ってくれました。もう戦争というのは敵味方問わず悪い味方だけがいいんじゃなし悪いんじゃなくて敵味方両国悪いと思う。これ一方また私たちハワイの真珠湾観光で向こうにも行ったんですが、ここが日本軍の攻撃だったという話はしていましたがね、やはり日本のああいうところの攻めようの一方です。その当時は今でも小さい戦争はあちこち起これていると思って、小さいのが大きくなるもんだから、もう世界平和は人類の願いだと。もう今のただ楽しいね、75年余り日本は平和であるのももう国民みんなのためじゃないから、それをいつまでも平和で暮らしてもらいたい。戦争に利害がないということです。はい、じゃあですね、今回はね、本当に貴重なお話をいただきました。呉屋稔さんとやいびた。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。